今週の出雲ラボは体重計が壊れたので、修理ついでに測りの仕組みについて解説します。とっても身近な電子機器、電子体重計やキッチンスケールは一体どうやって重さを測っているのでしょうか。よかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。いや、体重計が壊れましてね。電池を変えても、うんともすんとも言わないので、せっかくだからと分解しました。まあ、修理したかったっていうのもあるんですが、ほら、中がどうなってるか気になるでしょ？で、見てみれば、安い体重計でも中は結構面白い。というわけで、今週は体重計についてお話ししていきます。しばしお付き合いください。こんな感じで、新しい電池を入れても、うんともすんとも言わないんですよ。で、カバーを外しました。カッターでこじ開けたんですが、危険なので真似するときは注意です。故障箇所はすぐにわかりました。電池ボックスの線が外れてます。拍子抜け。では、今週のハンダ作業。被覆向いて、予備ハンダして、プラに気をつけてハンダ付けしたらおしまい。電池を入れて動かしてみましょう。電池を入れたら、カバーをかぶせて、ぐっと押さえると動き出しました。問題ないみたいです。せっかくばらしたので、体重を測る仕組みを調べてみましょう。爪を外すと裏蓋が外れます。また爪を外して、何やら金属の板が出てきました。この変な形の板が重さを測るセンサーなのです。荷重センサー、あるいはロードセルと呼ばれています。これと同じものが四隅に配置されていて、体重計にかかった重さを測る仕組みです。というわけで、今週も資料があるので見てください。年齢バラそうですけど、昔は体重計といったらこんなんでしたよね。バネの伸び具合でかかる力を測るアナログタイプです。電池もいらなくて、これはこれで良かったんですけど、すっかりなくなってしまいました。コストの問題ですかね。これが最近の体重計です。ちょっと高級なのになると、体組成計が組み込んであったり、スマホと連動したりしますよね。これはオーソドックスに体重を測るだけのものです。さっきの動画でも出てきましたが、だいたい四隅に荷重センサーがついていて、体重計にかかる力を測る仕組みになっています。この荷重センサーをロードセルと呼んだりします。で、そのロードセルなんですが、力や質量を電気信号に変換するセンサーで、こういう鉄の板に歪みゲージっていうセンサーを貼り付けただけのすごくシンプルな作りになっています。じゃあ、歪みゲージって何よって話なんですが、これまた構造的にはとてもシンプルで、ベースと呼ぶ樹脂のフィルムの上に金属の薄膜でこういう配線をしただけのものです。ベースが引っ張られると金属被膜が伸びて細く長くなります。細くて長いと抵抗値が上がります。その抵抗値の違いでどれくらい引っ張られたかがわかるというわけ。理屈はとても単純ですよね。今度はなんで歪みゲージの伸び具合で重さが測れるのって話。これを金属の板だと思ってください。ここに歪みゲージが貼り付けてあります。金属のこっち側に力が加わって、金属がたわむと、ここの歪みゲージが伸びます。歪みゲージの抵抗値が変わるので、
その抵抗値の変化でどれくらい力がかかったかわかるという寸法です。ちょっとアニメにしたので見てみましょう。金属のここに力がかかって、こんな風にたわむと、歪みゲージも変形して抵抗値が変わると。そういう仕組みになっています。これね、ブレンダーで作りました。ここから歪みゲージの電気的な側面を見ていきます。歪みゲージは電気的に表現すると2つの可変抵抗に見えます。上の抵抗は力がかかると抵抗が減って、下の抵抗は増えます。結果的に出力電圧は力がかかるほど電圧が上がるということになります。まあ電圧が上がるといってもすごい微妙な電圧変化なんですけどね。歪みゲージを貼り付けた金属板がめっちゃ頑丈なので、ほんとちょっとしかたわまないのです。さて、体重計ではこのセンサーが4つあるわけですが、どんな風に使っているのでしょう。簡単に考えるとそれぞれ測って合計するのかなと思いますよね。実際にどうなのか見てみましょう。実際にはですね、こんな風につながっています。一つ一つのセンサーはこの点線でくくられた抵抗2本です。こういう風につなぐことで荷重をかけると、左側の上半分の抵抗値が下がって、下半分の抵抗値が上がって、右側は逆に上半分の抵抗値が上がって、下半分が下がります。結果的にアウト P の電圧は上昇、アウト N の電圧は下降。アウト P とアウト N を作動の AD に入れれば、ADC1 つで4つ分の合計荷重をいっぺんに測ることができます。よくできてますよね。ついでなんですが、キッチンスケールもいかにも同じように四隅にセンサーが入ってそうですが、これにはこういうセンサーが入っていることが多いです。これも歪みゲージがこっち側と裏側にも貼られていて、基本的には同じような原理で重さを測っています。ここでキャリブレーション動作の紹介。ペットボトル乗せました。誰も乗ってないのにゲージが0になりません。体重計はこれを誤差だと思って0に調整しちゃいます。しばらく待っているとパワーセーブに入るのですが、その時この誤差調整値をちゃんと覚えています。もう一度起こしてみると、今度はペットボトル分の誤差も含めて0になるように測定しています。毎回人が降りた後に0補正して、それを次回の測定に使うんですね。よくできていると思います。というわけで今週は負荷についてお話ししました。ゴミ収集場とかに行くとトラックの重さを測る巨大な装置があります。それも基本的には今日紹介した体重計と似たり寄ったりの仕掛けで作られています。ロードセルって貼り付ける金属の強度でいろんなレンジのセンシングができるので便利なんですよね。意外といろんなところで使われているロードセル。体重計だとかキッチンスケールを見たらこんな仕掛けが中に入ってるんだなとか思い返してもらえると嬉しいかな。さてここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価やまだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。来週のネタは一応考えてはいるんですが、秋月に行く時間が取れるかなどうかな。多分大丈夫だと思うんですが、ESP32 関係を考えています。それではまた次の動画でお会いしましょう。